感受性が強すぎた最高のニュータイプ、カミーユ・ビダンの人生。カミーユ・ビダンはテレビアニメ「機動戦士ゼータガンダム」の主人公です。コンプレックスを抱えた繊細な性格の持ち主で、富野監督から宇宙世紀最高のニュータイプと評される人物でもあります。劇中では自ら強奪したガンダムマーク2や自分で設計したゼータガンダムに登場し、反地球連邦組織エウーゴの民間協力者としてグリプス戦役に身を投じる中で、ニュータイプとしての能力を目覚めさせていきました。今回はそんなカミーユ・ビダンの人生について解説させていただきます。遊びでやってんじゃないんだよ。カミーユ・ビダンは宇宙世紀0070、フランクリン・ビダンとヒルダ・ビダンの長男として生まれ、後にサイド7グリーンノアコロニーに移住しました。小説版では地球の東京近郊のニューシートシティで出生したとされています。フランクリンとヒルダは共に地球連邦軍の技術士官ですが、双方家庭を顧みない仕事の虫であった上、フランクリンは愛人と不倫にふけっており、ヒルダはそのことに気づかぬふりをしながら一層仕事に没頭していました。このように非常にすさんだ家庭環境で孤独な少年時代を過ごすことを強いられたカミーユは、不満や反感を募らせ、感情の起伏が激しい繊細な性格を形成していきました。またカミーユという名前が女性的であることに強いコンプレックスを抱いており、コンプレックスの反動として男性的な趣味に傾倒したカミーユは、小型飛行機ホモアビスやジュニアモビルスーツ、空手などに取り組みます。中でもホモアビスやジュニアモビルスーツの大会では幾度も優勝を経験しており、後に発揮する才能の片鱗が見て取れます。小説版では中性的で端正な容姿を持っている側面も強調されており、ハイスクールで周囲から女らしいと揶揄されたり、初対面のジェリドから美しい少年と評されています。カミーユが男の名前でなんで悪いんだ。宇宙世紀0087 3月、地球連邦内部ではジューン残党狩りを目的として結成されたエリート特殊部隊ティターンズと、ティターンズの強硬的なあり方に対抗する反地球連邦組織エウーゴの対立が激化していました。そんな中、ティターンズが軍事拠点化を進めるグリーンノアに住むカミーユは、元ホワイトベースのキャプテンで憧れの的であるブライトノアが指揮する輸送機テンプテーションが入港すると聞き、幼馴染のファーユイリーと共に宇宙港を訪れます。しかしその場に居合わせたティターンズのジェリド・メサが、ファーがカミーユを呼びかける声を耳にして、女の名前なのになんだ男かとカミーユの名前を茶化しました。この一言がまさかティターンズ崩壊につながるとは誰が予想したでしょうか。激高したカミーユはジェリドを殴るも数の差で返り討ちに遭い MP に逮捕されますが、捕らえられていた軍施設にジェリドが飛行訓練中に誤ってガンダムマーク2を墜落させたため、その混乱を利用して脱出に成功します。その後クワトロ・バジーナ率いるエウーゴの部隊がガンダムマーク2強奪作戦のためにグリーンノアを襲撃し、コロニー内で戦闘が始まると、カミーユはそれに乗じてジェリドが墜落させたマーク2 3号機を強奪。マーク2の開発に携わっていた父のコンピューターから盗み出したデータをもとに操縦し、自分を尋問した MP の的シュやマーク2 2号機を攻撃します。一方的に殴られる痛さと怖さを教えてやろうか。そしてクワトロたちに協力してマーク2 2号機を露獲してグリーンノアを脱出し、エウーゴの民間協力者としてグリプス戦役に身を投じることとなります。しかしこのカミーユの行動が引き金となり、マーク2奪還を目論むティターンズは母ヒルダを用いた卑劣な人質作戦を決行。ヒルダの入ったカプセルを爆弾と勘違いしたジェリドの攻撃により、カミーユは眼前で母を失います。またアーガマに救出された父フランクリンはティターンズに戻ろうとクワトロのリックディアスを強奪するも、カミーユと交戦した末に乱戦に巻き込まれ、ヒルダ同様カミーユの眼前で命を落とすことになってしまいました。わだかまりを抱えていたとはいえ、両親を失ったカミーユは甚大なショックを受けましたが、同時に非道なティターンズと対峙する道へと進む決意を固めていきました。その後の戦いではティターンズに協力した連邦のエースパイロットライラミラライラの撃破をはじめとして次々と作戦で戦果を上げていき、アーガマクルーからはアムロレイの再来と称されるようになり、エウーゴの中心人物たちからニュータイプとしての才覚を見込まれていました。しかし後にアムロ本人と出会った際、カミーユ自身は
このことを迷惑に感じていたと打ち明けています。またテレビ版ではそのスタンスゆえに軍組織の一員としての自覚を持てず増長し、クワトロやエマ、エウーゴの出資者ウォンリーたちと衝突し修正を加えられる場面も描かれましたが、より実直な性格に変更された劇場版では削除されました。なおこの頃の戦闘演習を描いた短編映像作品ガンダムイボルブ2では設備を破損したカミーユが書かされた始末書が描かれていますが、始末書の下半分を占める個人的補記の欄は軍組織の慣例などへの会議やクワトロや偏見といった関係者に対する批判や罵倒で埋め尽くされていて、軍人になりきれないカミーユの憤りがわかるものとなっています。これ以上大人の都合に付き合っていられるか。ジャブロー降下作戦では大気圏突入中にカクリコンを撃破しジェリドを再び撃退するという活躍を見せ、さらにスパイとして潜入するも幽閉されていたレコアロンドとカイシデンの居場所を感じ取って2人を救出するという活躍も見せました。その後はダッシュしたガルダ級輸送機アウロ村を拠点にしながらハヤと小林をはじめとするエウーゴ支援組織カラバと合流して宇宙に戻る手段を探る中で再び戦うことを決意し、カラバに合流したアムロレイとの出会いを通して成長を重ねていきます。テレビ版ではクワトロがカイやハヤトからシャアーズナブルとしての名を明かして連邦政府の改革を行うことを期待されているのに、あくまでクワトロ大尉であり続けようとする姿が情けないと激高し、クワトロに対して修正を加えるといった場面も描かれました。そんな大人修正してやる。これが若さか。ニュー香港ではブライトの妻ミライノアと子供たちであるハサウェイ、チェーミンと合流した後、サイコガンダムの襲撃を受けます。マーク2で応戦したカミーユはサイコガンダムを撤退させることに成功しますが、その後サイコガンダムのパイロットである強化人間フォー・ムラサメとの運命的な出会いを経験することになりました。最終的に2人は互いが敵同士であることを知りながらも口づけを交わすほどの関係に至りますが、強化によって失われた記憶を取り戻すことを願うフォーは功績を求めるムラサメ研究所の命令に従ってサイコガンダムに登場し、カミーユに襲いかかります。しかし共に宇宙に上がりエウーゴで治療を受けるよう促すカミーユに対し、フォーは混乱の中撤退しました。その後ティターンズに奪われたガルダ級輸送機スードリがアウロ村を追撃し、最後の戦力であるサイコガンダムを伴って特攻を仕掛けますが、再びカミーユと心交わしたフォーがサイコガンダムでスードリの格納庫に突撃し、備え付けられていたシャトル用ブースターをマーク2に明け渡すことでカミーユを軌道上のアーガマへ送り出そうとしました。アムロとカミーユはニュータイプとしての才覚でフォーの意思を受け取り、銃撃によって傷ついたフォーがスードリの爆発に巻き込まれる中、カミーユはアムロの援護を受けながらブースターでアーガマへの帰還に成功しました。なお劇場版ではこの時フォーはベン・ウッダーの銃撃を頭部に受けて明確に命を落としたことが描写されていますが、テレビ版小説版では生存していたフォーが後のキリマンジャロ攻略戦でカミーユともう一度対峙します。強化を進められたフォーはカミーユとの記憶すら奪われ、サイコガンダム2号機でカミーユに襲いかかりますが、最終的にはカミーユの説得で正気を取り戻します。しかしジェリドの攻撃からカミーユをかばい、その命を落としています。フォーを失ったカミーユのみならず、その場に居合わせたアムロとクワトロもかつての自分たちに起こった悲劇が繰り返されてしまったことに心を痛め、クワトロがダカールで自分の正体を明かす演説を行うきっかけになりました。あなたはシャアーズナブルに戻らなくてはいけないんです。宇宙に戻ったカミーユは新型機ゼータガンダムを受領します。テレビ版では第6話でカミーユがマーク2のムーバブルフレームとビッグディアスのガンダリウムガンマ合金装甲をもとにゼータガンダムのひな形を設計し、メカニックのアストナージに称賛される場面が描かれており、この時のデータによって耐久性の問題で滞っていたゼータ計画が進み、ゼータガンダムが完成したという設定が存在しましたが、劇場版ではゼータ開発に関わる一連の描写はなくなりました。宇宙の情勢は混迷を極め、ティターンズ内部で独自に勢力を伸ばし始めたバプテマス・シロッコやジオン残党を率いるアクシズ軍の首領ハマーン・カーンといった様々な勢力の組織的な駆け引きが加速し、次第に戦闘も激化していきました。中でも恩師や友人や恋人を立て続けに失った恨みからカミーユを付け狙うジェリドや
戦闘そのものを楽しむエースパイロットヤザン・ゲーブルとカミーユは幾度も衝突し、激戦を繰り広げることになります。一方で後半はカミーユの内面的な成長を思わせる柔軟で生真面目な姿も描かれていきます。クワトロが自分に思いを寄せるレコアへの態度を曖昧にしているうちに、レコアが戦場で行方不明になり死亡したと思われた際は、レコアの思いを憂うカミーユがクワトロに忠誠を加える場面が描かれました。一方で生きていたレコアがシロッコとの開口をきっかけにティターンズに寝返った後も情が捨てきれず、戦場でもアーガマのモビルスーツに手加減をしたり、ティターンズ機の攻撃からファーやカツをかばうなどといった曖昧な振る舞いを続けると、そんなレコアを勝手と批判する場面も描かれました。このように序盤でカミーユの面倒を見ていたクワトロやレコアの身勝手さに対して、逆にカミーユが指摘したり、ファーやカツといった後進のパイロットやアーガマに乗船したシンタとクムをリードしたりと、次第に責任ある振る舞いも増えていきました。なお劇場版ではこうした落ち着きや余裕のある側面が強調されています。戦いの中ではシロッコに付き従うサラザビアロフやハマーン・カーンに対ししばしば説得を試みました。しかしシロッコに忠誠を誓うサラがその頑なな心を解くことはなく、さらにシャアへの思いを捨てきれない内面をカミーユが垣間見たことに憤慨したハマーンはカミーユを拒絶していました。このようなニュータイプ同士であっても分かり合えないという実例も増えていきます。わかった。お前は生きていてはいけない人間なんだ。テレビ小説版では終わりの見えない争いの中で責任や背負うものが増えるに従い、次第にカミーユの心は追い詰められていきました。中でもロザミア・バラムとの開口はカミーユの心を追い詰める最後の一手になった出来事で、劇場版ではカットされています。ロザミアは地上でギャプランに登場したティターンズの強化人間ですが、ゼータガンダムのパイロットであるカミーユ抹殺のためアーガマ潜入任務を与えられました。偽の記憶をティターンズに植え付けられ、カミーユを一年戦争で生き別れになった兄と思い込まされたロザミアはカミーユたちに近づくことに成功しましたが、しばしば強行状態に陥る不安定な側面を有するロザミーに対し、アーガマクルーがスパイや強化人間の疑いを抱き始める中、カミーユは同様の疑念を抱くも、ロザミーをケアする中で少しずつ情が湧いてきていました。なお小説版ではロザミアの記憶の根底には、幼少時にコロニー落としを経験した際に家族が助けに来てくれなかったことへの怒りや不満があり、カミーユが抱えていた両親への不満と似ていたために2人は共鳴していたという説明がなされています。なぜそうも簡単に人を殺すんだよ。死んでしまえ。その後毒ガス攻撃を受けたサイド221番地の惨状を目の当たりにしたロザミアは、コロニー落としのトラウマとカミーユ抹殺の使命を思い出し、カミーユを裏切ってティターンズに帰還しました。その後ロザミアと何度も戦場で対峙するカミーユはいつしかロザミアにフォーの姿を重ね、今度こそ救おうとしますが、最終的に再調整されたロザミアはサイコガンダムマーク2に登場し、存在しない兄を求めてアーガマに突撃します。そのためカミーユは苦渋の決断、自らサイコガンダムマーク2のコックピットを狙撃して撃破するのでした。こうして現実に打ちひしがれたカミーユは、できることと言ったら人殺しだけみたいだな、などと自虐的で投げやりな言動が増えていくことになります。なおゲーム機動戦士ガンダム UC エンゲージでは、ロザミアのニュータイプ研究所時代の友人でニュータイプの少女ペッシェ・モンターニュが、ロザミアがサイコガンダムマーク2で暴走する姿を見て、これを食い止めようと奮闘するも、ゼータガンダムに狙撃されて戦死する様子を目の前で見せつけられたことから、復讐のためエンゲージゼロでゼータガンダムを襲撃するも歯が立たず中破させられる様子が描かれています。終盤戦ではカツやヘンケンといった仲間たちだけでなく、敵軍においてもサラやジェリドといったカミーユの見知った者たちがカミーユの眼前で次々と命を落としていきます。ここからがテレビ版やそれに準じた小説版と劇場版の最大の違いとなっています。テレビ版では死にゆく人々の魂を鋭敏に感じ取っていくカミーユは、エマとの会話中息苦しさを覚え、唐突に宇宙空間でヘルメットのバイザーを開ける強行に至ります。エマにバイザーを戻されたことでその場は無事に済んだものの、すでに行動の判断ができなくなりつつあることがわかります。逆に劇場版では偏見を失ったエマを励ますために
わざとバイザーを開け、命の限界の強さを証明するという流れになっているので、テレビ版とは逆に精神面で安定を保っていることが強調されているようです。その後、人の命を奪い戦争を楽しむヤザンに激高したカミーユは、そのニュータイプ能力を覚醒させました。共振したバイオセンサーによってゼータガンダムはピンク色のオーラをまとい、ヤザンの攻撃を全て弾き、巨大ビームサーベルでハンブラビを撃墜する様子が描かれています。またクワトロ、シロッコ、ハマーンの3人が対峙して互いの意見をぶつけ合う中に乱入した際、テレビ版では、本当に排除しなければならないのは地球の重力に魂を惹かれた人間たちだろうけど、そのために大勢の人間が死ぬなんて間違ってると言い放ち、戦争そのものを批判していますが、劇場版では、本当に排除しなければならないのは地球の重さと大きさを想像できないあなたたちですと発言しており、よりシロッコやハマーンにクローズアップして俯瞰的な視点から問題提起を行っています。最後のシロッコとの戦いでは、カミーユは死者の思念を受け取り、再び謎の力でジオをコントロール不能にします。そしてゼータガンダムは動けないジオに向かってウェイブライダー形態で特攻を仕掛け、シロッコを貫きました。テレビ版ではこの時シロッコが最後に残した怨念によってカミーユの精神は崩壊してしまい、宇宙を漂うゼータガンダムのコックピットの中で発狂するカミーユをファーが回収し、アーガマに帰投する場面で終わっています。小説版ではさらに悲惨な状態になっていて、テレビ版と同じく発狂したカミーユがヘルメットのバイザーを開けたまま、アニメでは未遂に終わっていたコックピットハッチを開放してしまい、すでに窒息死していることが示唆される中、そのことを知らないファーがゼータガンダムを発見し、アーガマに帰投するというものになっています。ただし小説版ではシロッコとの戦いの後、サイコガンダムマーク2と遭遇し、パイロットのロザミアを母と勘違いするも2人は共感。2人を恐れたゲーツキャパのバウンドドッグの攻撃によってロザミアは死亡し、ショックを受けるカミーユがみんなの意思を受け取って廃人と化しています。なおカミーユ美談ピアにてカミーユの声優を務められた飛田信夫氏の話によると、当初テレビ版のカミーユは死ぬ予定だったということを後から聞いたということが明かされているので、テレビ版と紙一重で死んでしまっている小説版の終わり方は当初の想定に近いものだったのかもしれません。おい、出してくださいよねえ。このようにしてテレビ版機動戦士ゼータガンダムの物語は終わりましたが、テレビ版ゼータガンダムに連なる機動戦士ガンダムダブルゼータでは、カミーユは精神疾患の治療に専念することになります。しかしジュドーアーシタと出会った際は思念でジュドーを導いているほか、治療のために地球のダブリンへ降下した後も窮地に陥るプルに思念で的確な指示を送りながら、ジュドーたちそのことを知らせて助言を行うなど、自ら動いて戦わずとも要所要所でガンダムチームに協力する様子が描かれています。また終盤でもグレミーに対して憤るジュドー、思念で助言したり、ハマーンとの最終決戦では行動不能になったジュドーのコアファイターに向けてフォーやララースンなどとともに思念のエネルギーを送り最学会へつなげるなど、最後まで助力し続けました。そして最終話では笑顔で海岸に躍り出たカミーユとファーが手を取り合う姿が描かれ、精神疾患から立ち直ったことが示唆されています。こうしてテレビ版でのカミーユの活躍は終わりましたが、その他にも様々な作品で少しずつ登場しています。まず映画機動戦士ガンダム逆襲のシャアにはカミーユは登場しませんが、同作の小説ハイストリーマーではアムロが再会したシャアに対しカミーユを救ってやらなかったことを批判するという形で言及されています。また松浦正文氏の機動戦士ガンダムムーンクライシスでは0099の月面都市フォン・ブラウンでファーと共に医者を営んでいる姿が描かれています。一方劇場版準拠のカミーユは周りの事象に取り込まれるのではなくて、その事象を自分がきちんと受け止めていき、そういう現実を学習する、見つめるというテーマで描かれていることが月刊マガジン2006年4月号の富野義行氏インタビューで明かされており、カミーユはテレビ版よりも俯瞰的で余裕を持ち、落ち着いた視点で状況を観察して汲み取るという富野監督が言う学習する、受け入れるという描写が増えていました。またテレビ版からキリマンジャロでの風船、ダカール演説、ロザミーのエピソードがカットされたことで、
ニュータイプ同士の関係性における絶望的な側面は弱まっているからか、自虐的なセリフも減りました。そのためか、戦闘時に宿敵に対して放つセリフも、相手をセンセーショナルに全否定するテレビ版のそれとは違い、理性的な批判や諭すようなものに変わっています。このような変遷の結果、劇場版では、シロッコが最後にカミーユの精神を道連れにすることはなく、コックピットから出たカミーユはファーと抱き合い、ハッピーエンドを迎えました。なお、このラストシーンについては、ゼータヒストリカなどによると、死んでいった人々との精神的なつながりという共感だけではなく、ファーという大事な女性の肉体的なつながりという体感を得たことをかみしめていることが明かされています。ファーだけは幻覚でもなければ意識だけの存在でもない。こうやって抱くことができるんだから。劇場版のその後に関しては、漫画機動戦士ゼータガンダムデイアフタートゥモロー開始伝のレポートよりで描かれています。こちらは劇場版機動戦士ゼータガンダムがもしガンダムダブルゼータにつながるならという設定の話であり、カミーユ自身は登場していませんが、最終決戦で満身創痍となったゼータガンダムが登場し、さらにアーナナがティターンズの残党の掃討任務を行っていることが言及されているので、カミーユもグリプス戦役以降しばらくはエウーゴで戦っていたと考えられそうです。その他、漫画機動戦士ゼータガンダムディファインでは、作品自体が機動戦士ガンダムシャーズ・リレイティッド・アフェア若き彗星の肖像の続編ということで、クワトロが中心だからか、カミーユは原作ほどクローズアップされていません。人物描写としては、両親が2人とも死亡するのは変わりませんが、不倫などの家庭問題がないことから、テレビ版小説版のような屈折を抱えておらず、劇場版に近い落ち着いた性格となっており、エマと一緒にいる際には男としての性を見抜かれるなど、ニュータイプといえども普通の男とも取れる一面を見せています。余談ですが、カミーユのモデルは彫刻家オーギュスト・ロダンの弟子で愛人でもあったカミーユ・クローデルという女性彫刻家であることが明かされています。優れた才能と複雑な感情を有する彼女は、ロダンの作品制作にその才能を利用された上、ロダンとの不倫関係がロダンの裏切りによって破綻したことで統合失調症を発症し、その生涯を精神病院で終えてしまった女性とされています。カミーユ美団がニュータイプとして優れた才覚を持つものの、その豊かな感受性がゆえに戦争に巻き込まれていく中で自我が崩壊していくところは、カミーユ・クローデルを思わせる姿になっているのではないでしょうか。そんな繊細なカミーユ、数えきれないほどの名言を残しています。皆様はどんなセリフがお好きですか？ぜひコメントしてくだされば嬉しいです。口数が多いんだから、トーレスのやつトーストにしてやる。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。